かくプロテインをもうおやつだという、もう脂質がないっていうのはもう私にとっては神のような。どっち食べよう。はい、皆さんこんにちは。更年期世代真っ只中、52歳のまきです。今日はですね、ちょっとマイク変えたんですよ。今度からね、このね、ワイヤレスマイクにしました。これだと、ちょっとこう、離れてみても、音が取れるということで、はい。はい、こんな感じでも取れるよということでね。はい。ワンじゃないよ、ワンじゃない。おいで。はい。離れても大丈夫ですということでね、今回からワイヤレスマイクを取り入れました。はい。ちょっと賑やかになっちゃった。賑やかだな。ちょっと静かにしててみんな。ね。いい子にしててください。はい。ということでね。ちなみにこのホリーランドっていうのはこのメーカーさんの名前で、なんかこれが充電器になってて、この中にね、マイクがこう入ってるんです。2つ入ってて。で、今度から例えばこういう風に2つマイクあるので、誰かとこう対談したりだとかもできます。誰とわかんないけど。そういうことも機会があればやっていきましょう。今日のテーマなんですが、視聴者さんからですね、小腹が空いた時にはどうしたらいいですか教えてくださいということでね、届いておりますので、私がね、実際にダイエット中、そして現在も食べている、おやつですね。小腹が空いた時に食べているおやつ、間食ということでね、お伝えをしていきたいと思います。シェアをさせていただければと思います。はい、では早速行きましょう。まず私がダイエットを始めたのは今から2年前なんですけれど、もうね、このチャンネル見ていただいている方はよくご存知かと思うんですが、まだね、ご覧になったの、今日初めてだよという方もいらっしゃるので、ちょっとだけ説明させてください。で、身長がですね、156センチ、体重が57.4 キロ、体脂肪率が 34% という、なかなかのですね、中年体型というか、更年期太りということで、大きく育っておりました。で、現在は体重が48キロ台です。で、体脂肪率が、まだちょっとインボディ測ってないんでわかんないんですけど、21% は切っててくれるといいな、というような感じでございます。はい。だから、2年間の間にマイナス9キロまで行くことができました。50代なんでね、なかなかね、痩せない世代ではあったんですけれど、やったことは本当に単純で、食事管理をして、で、POC バランスを整えて、であとは、筋トレを私はメインでやっておりました。というような感じですね。はい。で、その、ダイエットスタートしました3ヶ月間というのは、おやつに悩まされたわけなんですよ。で、その3ヶ月っていうのは実はね、おやつはね、ほとんど食べてないんですよ。結構ストイックにやってましたね。3ヶ月間のうちになんとか、それでも結果を残したかったっていうこともあったので、初めの3ヶ月だけはちょっと頑張りました。で、頑張ってたんですけど、やっぱりなんか甘いものだとか、おやつみたいなものが食べたいっていうふうにはもちろん思うんですよ。思ったので、私はどうしたかっていうと、その時にプロテインを飲みました。で、プロテインの甘いシリーズが今いっぱいあるんでね、そういったものを飲んで、なんとかしのいでいました。で、今もね、私プロテインを飲んではいるんですけど、どんなプロテインをね、いろいろ飲んできたかっていうと、まずね、ホエイプロテインって言って、牛乳由来のプロテイン、あとはソイプロテイン、植物由来の大豆から取れるプロテインですね。ちなみにどんなプロテインかっていうと、これ、マイプロさんの、これはね、美味しかった。ミルクティー味のプロテイン。マイプロテイン。あと他にも、この前もちょっと紹介したんですけど、ユーフィットさんのこのね、ソイプロテイン。これも美味しい。これはね、黒糖きなこ味。これも OK。私ね、ちなみにね、プロテインを選ぶとき何をね、一番にしてるかっていうと、もう絶対味です。味。で、あと他にもね、これはね、ウルトラさんのはね、桜芋風味のホエイプロテイン。珍しい味ですよね。こういうものも飲んでました。ちょっといろいろと飲み比べてなんかもおりました。で、
ちょっと最近ね、届いたんですよね。これはね、ネイチャーカンさんのソイプロテイン。まだ実はこれ開けてないです。ネイチャーカンは最近すごくこう筋トレ系の YouTuber さんたちが出してるプロテインなんで、私はちょっと気になっておりまして、このプロテインね、またちょっとレビューしていきたいと思います。2つ届いております。はい、この2つ。こっちはね、クリア系のプロテイン。この2つが届いております。これはまた後ほど、はい、飲んでないんで。はい、またね、レビューしていきたいと思っております。もう3ヶ月間の間は、とにかくプロテインをもうおやつだというふうに思うようにして、で、運動をだいたいね、午後の1時半ぐらいからかな、1時間ぐらいやったのかな。で、その後プロテイン飲んでシャワー浴びてみたいな生活をしておりました。いろいろとね、ダイエットをしていた時のお話はまた他の動画でも出しているので、そっちもご覧いただければと思います。で、その後からなんですけど、ちょっとね、おやつに関して考えを変えたんですよ。変えたっていうのは、まあ5キロ痩せたっていうこともあるのと、いろいろね、話をしていたら、実はその運動の後に、プロテインプラス、さっきのね、こういうプロテインにプラス、糖質は取ってもいいよっていうような話をね、トレーナーさんから聞いたので、そこからはね、ちょいちょいね、おやつの時間、だいたい3時ぐらい。一番3時ぐらいが脂肪がつきにくいって言われてるので、その時間にはね、取るようにしました。じゃあ何を食べてるかということなんですけど、まず一つ目。はい。焼き芋。もうおなじみでございます。もう焼き芋はね、ビタミンも豊富だし、食物繊維も豊富に入ってます。あとね、カロリーもこの半分ぐらいだったら 100g ぐらいだったらカロリーも決して高くないし、まあ野菜ですからね、基本的に野菜。だからおやつっていうよりも私の中では野菜だと思って食べているので、これはね、本当におすすめです。食物繊維豊富なんで、お通じとかも良くなりますし、ビタミン類も入ってますから、このあたりもすごくいい食べ物でございます。はい。ちなみにこれ焼き芋もちょっと食べ過ぎには注意してください。はい、まずこれ食べてます。あとね、次に2つ目、オイコス。で、オイコスちょっと最近高いのよ。高いから、オイコス以外にも、ある、ちょっと待って。持ってきた。トップバリューのギリシャヨーグルト。これもね、変わらない。エネルギーはね、こっちは67キロカロリー。甘くないからだね。こっちもタンパク質量は 11.9%。オイコスよりいい。内容はいい。脂質はね、こっちも 0%。こっちの方がね、お値段がね、2、30円安かったかな。はい。オイコスちょっと高いので、最近はトップバリューを買ってみたりもしてます。まあ、ね、これも食べております。タンパク質が取れて、しかも脂質がないなんてめちゃめちゃいいじゃないですか。そうだ、言い忘れてた。私が今ね、やってるダイエット方法というのは、今、キープしてるっていう状況でもあるんですけど、ローファットダイエットになります。脂質を抑えるダイエットになります。なので、基本的には炭水化物に関してはあんまり気にしてない。1日の炭水化物量で考えると、だいたいね、2.5個ぐらいのおにぎりは食べても OK っていう風にしてあるので、なので全然お芋とか食べてもらっても全然 OK です。はい。はい。という感じでございます。あとさっきも言いましたギリシャヨーグルト。これも全然もう脂質がないっていうのはもう私にとっては神のような食材です。それとさっきのもちろん焼き芋も脂質がないのでこれも OK です。はい、次。これだったらきっとハンディでいけるのでいいと思います。むき甘栗。これちょっと国産じゃないからどうなのっていうふうに言われちゃうとなんですけど、これ一応オーガニックって書いてありますね。これ声優で買ってきました。これもね、いいです。栗にはビタミン B とかビタミン C とかも入ってて、あとカリウムも豊富なので、これも大丈夫。これもやっぱりね、脂質が低い。これ 1.2g になるので、これも良き食材でございます。これだったらハンディでいけます。干し芋とか栗だったら職場とかに持ってってもらってもいけると思うので、さすがにこれをね、持っていくと、ちょっと恥ずかしいっていう人もいるかもしれないので、私は全然恥ずかしくないですけどね、ちょっと芋食べてくるって言って3時になると食べに行きますけどね。なので、もし恥ずかしい人はこういう袋入ったタイプ
袋に入ったタイプで対応してみてください。はい。続いてですが、お菓子食べたいっていう時に、じゃあどうするかっていうことなんですけど、これはね、もうね、私はね、ケーキとかそういったものはもうね、今は食べておりません。和菓子に変えたんですよ。洋菓子をほぼほぼ和菓子に変えたら、どっちかっていうと和菓子の方が美味しくなっちゃって。で、よく食べてるのが、おはぎ。これ今日声優で買ったおはぎ。本当はシャトレーゼのおはぎが好きなんですけど、たまたまなんか糖質 42% のあんこ使用っていうのを見つけちゃったので、声優で購入しました。で、おはぎもこれも同じ考え方です。さっきの栗とかお芋と一緒で、おはぎもこれ使われてるものは基本的に小豆なんで豆ですから、豆も自然なもの。あと中入ってるの米。ということで、これもお砂糖は使ってありますけど、脂質もこれもほとんどないんですよ。で、熱量はこれはね、160キロカロリーぐらいかな。ちょっとぐらいかな。あと他にもね、豆大福とか草餅とか、あと春はね、いちご大福とか本当によく食べてたんですよ。シャトレーゼのが美味しいの。シャトレーゼのいちご大福とかおはぎとかね、あのあたりはもう私にとっては神のような存在なんですけど、なんで今日買ってこなかったんだよって言われると、たまたま今日は声優に寄ったからです。またシャトレーゼについては別に特集を組みたいぐらいですね。お菓子、洋菓子みたいなものは食べたいよ。なんとかないのか。どうにかなんないのかい。っていうことで、どうにかなんないのかいってことで、今日は見つけてまいりました。見て。プリン。これさ、おはようの新鮮卵のこんがり焼きプリン。こちらはですね、1個あたり91キロカロリー。タンパク質が 3g、脂質 3.5。これ 3.5 ならさ、全然 OK でしょ。ってことで、プリンはこの4つ入りだったらサイズ感もちょうどいいので、このタイプね。2つ食べてもいいけど、まあ、でもこれだったら1個にしとくか。他にも私はね、違う方向性を考えまして、甘いものじゃないものも食べております。何かと申しますと、小腹が空いた時に、家にいる時ね、これ家にいる時、カニカマもいいんですよ。で、1袋、なんと、73キロカロリー、タンパク質 7.3 グラム、脂質は 1.5 グラムって、これめちゃめちゃ優秀でしょ？優秀。小腹空いた時やれる。あとね、これ、ちょっとまたさ、半額シールとか値下げシールついてて申し訳ない。笹かまはね、5枚あたりこれで99キロカロリーの、タンパク質が 11.4 グラム、脂質 0.5。ちょっと待って。これとさ、これがほぼ成分一緒ってことだ。どっち食べよう。あ、今じゃないけど。あ、そっか。オイコスだったら、タンパク質が 10g、脂質はまあ0だけど、炭水化物はこっちの方がちょっと多い。あ、一緒ぐらい。そんな変わんない。あ、お腹溜まるんだったら、もしかしてこっちかもしれない。あ、そっか。ちょっと、今気づきました。あ、笹かもいいじゃん。はい。で、あとね、思い切って避けるチーズとか。チーズはお腹に溜まるので、チーズは脂質どうなのよってことなんですけど、これはね、1本あたり80キロカロリーで、脂質がね、ちょっと見えないな。あ、5.7。5. ちょっと高いけど、まあ、チーズはね、脂質はちょっと気をつけてもらいたいとこなんですけど、まあね、お腹に溜まるってことを考えれば、これもありかなと思います。はい。たくさんは食べ過ぎ注意ね。1本。はい。あと他にもしょっぱいものだったら、例えばね、これね、結構おすすめなんですけど、オニオングラタンスープ。これね、コストコとかで売ってるのかな？これコストコとかで売ってる。ちょっと高いんだけど、1個200円ぐらいするのか。これただね、激うまなんですよ。これ、ほんと美味しいの。これね、意外にこれがね、エネルギー量が62キロカロリーで、タンパク質 1.4、脂質 2.7。
で、これね、オニオングラタンスープでパン入っててチーズ入ってるの。これ結構お腹にたまるんで、こういったものもいいんじゃないかなと思います。あとね、これもちょっと空いてんだけど申し訳ない。松茸のお吸い物。これさ、知ってます？ 5 キロカロリーしかないの。5キロ ?5 キロだよ、5キロ。で、意外にこういうね、スープ系って、ちょっと小腹空いた時に、カロリー低いにもかかわらず満腹感あるんで、これやれると思います、これ。このあたり。プラス、私ね、実はこれも飲んでるんだけど、ちょっとこれカロリー高くなる。タンパク質が取れる。コーンスープ。はい。ちょっとこれはね、カロリー高くなって、130キロカロリー、タンパク質量が8グラムで脂質が 3.6 です。まあ、これもお腹は溜まるからダメじゃないと思います。ダメじゃないんだけど、ちょっとタンパク質量8グラムか、せっかく飲むんだったら130キロカロリーあるからな。だったらこれだったらプロテインの方がいいんじゃないかなってちょっと思ってしまうこともあるんですけど、それでもプロテインじゃない時のこれだったら、まあありか、みたいな、どっちなんだ。タンパク質量を 10g 以上、15とか20とかにしてくれたらめちゃめちゃ最強なんだけど、かつエネルギー量を100キロカロリー以下に落としてくれたら、これ最強になるんですけどね。まあ、とりあえずこちらもいいんじゃないかなと思います。ちょっとカロリー高いかな。高いって言っても高くないか。まあ問題ないかな。はい。これと比べちゃうからいけないんだね。これ5キロだからね。5キロだから。はい。というような感じでスープ系もありかなと思ってます。で、なんならね、本当に小腹が空いちゃったっていう時は、おにぎりとかでもいいと思うんですよ。思い切って。で、おにぎりだったら1個、どうだろう、160キロカロリーぐらいかな。お昼食べてから夜食べるまでの間がすごい長いっていう方もいらっしゃるので、そういった方だったら、こう思い切って、途中ね、おにぎりとか入れてもらってもいいんじゃないかと思います。小腹が空いた時に、お菓子じゃなきゃいけないっていう概念はなくても私はいいと思ってるので、こういうしょっぱい系のものも入れてみてもいいかなと思っております。で、まだそれでも甘い方がいいよねっていう時に何かないかなと思ったんですけど、こういうドリンクの0キロカロリー系。で、このあたりはね、人工甘味料が入ってるので、やっぱりそれ気になるよねっていう人は避けてください。でもそこまでものすごい大量にさえ飲まなければ私はそんなに問題はないのかなと思うんですけど、これたまたまね、つい先日セブンで買ってみたんですけど、これソーダ系なので全部0キロカロリーだし、脂質もないし、糖質もないから、ちょっとした本当にこう小腹空いた時だったら、これでもいけるかなっていうふうにそれは思いました。で、乳酸菌飲料だし、ね、あとはソーダ的なもの、炭酸的なもの、それでもいいのかなと思いました。うん。まあ、あんまり私飲まないんですけど、これもありかなっていうふうに思いました。あと、フルーツ。フルーツも OK。フルーツはね、いろんなフルーツあると思うんですけど、バナナとかもいいです。バナナちょっとね、糖質高いんだけど、でも栄養とかもあるし、この前、動画で出したんですけど、バナナとプロテインのスムージーとかそういうの作ったりしてます。フルーツはね、とにかく脂質も少ないし、あと、ビタミンとかも豊富なので、そういう時間に食べてもらえばいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですかね。普段ね、だいたいこんな感じ。だいたいこんな感じで、うちにある食べ物はこんな感じです。でね、よくね、ダイエット本だとか YouTube なんかでもね、おやつは200キロカロリーだったら OK だよっていうことを話されてると思うんですけど、私はね、それはちょっとそう思ってなくて、200キロカロリーなんだけど、その中で何でもかんでも食べてもいいっていうふうに思ってないんですよ。できれば、おやつでも栄養のあるもの、さっき紹介したような、豆にもタンパク質とかも入ってたりだとかするわけで、あとビタミンが入ってるものだとか、そういったね、焼き芋なんかもそうなんですけど、栗もカリウムが入ってるよとか、リンゴとかもビタミンが入ってるよとか、そういうね、何かせっかく食べるんだったら、ちゃんと栄養の入ってるものもおやつの中で取りたいっていうふうに思ってるんですね。だからこそ、洋菓子の、例えばケーキとかのああいったもので
糖と脂質だけをこうミックスされたようなものは、私はちょっとこれは避けてるって感じです。なんかそういうね、体にいいものを取り入れていけば、絶対ね、ダイエット以外の恩恵も受けられるっていうふうに思っております。はい。といった感じでございます。ちょっとその小腹が空いた時とか間食に関しては、これは私の考えなんですけど、そんな風にね、何かこういい皆さんのヒントになればいいなと思っております。はい。というわけで本日は以上でございます。音声どうでしたかね？音の感じとか。で、今回からこんな感じでちょっとワイヤレスにしたので、遠くでこうね、いろいろやったりだとか、で、今後は運動系のでもこう、喋りながら皆さんに解説ができるようなこともこれだとできてくるので、やってみたいなと思っております。誘導がね、あんまりね、得意じゃないの、本当は。喋りながらやるのがね、なんかね、喋ってるか、動いてるか、どっちかじゃないと、そんなにね、私は器用じゃないので、それがうまくできるかわかんないんですけど、また、やってみようと思います。チャレンジはしてみようとは思います。するかな？するかもしれない。はい。なので、ちょっとまたこのマイクに関しても、ぜひ、感想を教えていただけると嬉しいです。というわけで、今日は私が実際に常備している間食ですとか、そういったものをご紹介させていただきました。なおですね、初めにご紹介したプロテインなんですけれど、今ね、このユーフィットさんのソイプロテインは 5% オフのクーポン出てますし、あとね、こっちのね、ネイチャー換算。これもね、お安くなるクーポン出ておりますので、これ貼っときますね。よかったら皆さんね、参考にしてみてください。これまたちょっと、さっきも言いましたけど、レビューします。また何か質問などありましたら、メッセージ欄の方にどしどしお書き込みいただきますと、私、細々とお返しできるものは返していきますし、最近本当に増えてきちゃったので、なかなかお返しできないんですが、そういった場合には動画でね、こんな風にアップしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。脂質だ。脂質を抑えるのだ。